マックは多分今日届くんじゃないかな。なんかあれなんて言うんだっけな。出国審査か。出国審査にかかった時間が1時間半ぐらいだったね。そう、だからもう終わったなと思って、なんか9時25分が便の出る時間だったんだけど、もう結構まだ全然向こうの方もあるなっていうぐらいで、8時50分ぐらいなのよ。まだ全然、まだまだ人いる状態で。100% 間に合わないんだ。通常の、出発時間には。で、店員さんっていうか空港の係の人に、チケット見したんだけど、間に合わねえからさ、乗せてくれよっていう感じで、先行かしてくれよって感じで見したんだけど、なんか、パスポート見してみたいな感じに。で、見したら、ダメダメみたいな。ダメで。なんだそれって。でも行ける人もいて。よくわかんないんだけど、理由は。で、もうダメ元で待ってたのよ。まあ飛行機遅れることってあるから、その飛行機遅れてるにかけて、並んで、出発が9時25分なんだけど、俺が出国審査通ったっていうか、通過できたのがね、10時ぐらいだったかな。ちゃんとは覚えてないけど、まあ余裕でもう時間回ってて。そう。で、一応、その後、移動して、なんか電車乗って、電車っていうかなんか、空港内移動電車みたいに乗って、で、一応なんか、元々の飛び立つ場所まで行ったんだけど、もうなんかどうせ無理だろうなとか思ったから、携帯見ながらこうやって歩いてたの。まあ一応場所行くか、みたいな。超ゆっくりね。超ゆっくり歩いてたら、あれみたいな。日本人来たぞみたいな感じで、まだ飛び立ってなくて。で、ちょうど呼び出してて、大悟梅原みたいな。で、日本語喋れる係の人が、羽田行きですかとか言ってきて。まだ飛んでなかったんですかみたいな。はい、もう今すぐみたいな。でもなんかとりあえず来ない前提で多分扱われてたから、荷物を積まなかったんだろうね。大体これはもうこの人乗れないから、荷物積まないでフランスに荷物を置いといた方がいいだろうっていう判断だったと思うんだけど。でも乗れて、で、結果荷物はフランスみたいな感じだと思うんだ。フランスのチーム戦、すごくね、伸び伸びとやれて、自分でも結構よく動けてたんじゃないかなとは思ったけど、そうそうそう。でね、前の日はね、全然遅延なかったんですよ。なぜかね。で、翌日になったら 1P 側だけ60になってて、しょぼんって感じ。相手は何ヘルツ？相手24だったらしいけどね。ボロシキって光る分とはまた、多分ね、あんまりどっちもやってないからわかんない。立川の後に再起動。まあ、それが原因だったのかもしれないね。まあ、わかんない、それは。ただまあ、51みたいに、やっぱり、ちょっと待ってみたいな。これちょっと一回確認させてくださいみたいな感じで、やれたわけだからね。俺にも。それやんなかったらやっぱり俺の、怠慢だったんだなっていう風に捉えてますけど。次からちゃんとやろうみたいな。特になんかさ、別に今回の大会は仕事だから当然そうあるべきだと思うんだけど、結構さ、日本と違ってさ、海外って、今回の飛行機もそうだけどさ、日本ってやっぱすげえなんか、親切だからさ、大概のことってさ、大丈夫っしょって思ってて、実際大丈夫なんだよな。なんかそこにやっぱ甘えた行動を取りがちっていうか、特に俺はそうだから。それはやっぱ海外に行く際は、全く別なね、もう文化っていうか、日本の甘えは通らないっていう気持ちでいかないと、びっくりしちゃうよね。いや、それはちょっと、反省ですわ。反省点ですわ。フランスの大会のスタッフ自体はね、すごいやる気もあっただろうし、一生懸命やってたと思うんだけど、ちょっと、うっかりしちゃったんだろうな。耳なし法一的な。やべえみたいな。こんなトラブルあるんだ、みたいな感じなんだと思う。にしても、草薙くん優勝はすごかったね。ただ今回、やっぱそのフランス勢の応援がめちゃくちゃ力入ってて、全体的に。立川とかも、いや、こんなアウェーだったの初めてですわ、みたいな言ってて。俺からすると昔のアメリカって、あれかあれ以上だったから、全然、いや、海外大会ってそんなもんだよね、みたいな感じだったんだけど、今年は、フランス勢が、どうした？フランス勢に対する応援がすげえ気合入ってて。あれは実際、間違った。面食らうよねっていう。し、応援されてる側は有利だよね、とは思った。草薙くん優勝はなんかフランス全体の勝利っていう感じがした。にしてもね、上海に勝つってのは本当にすごいなと思う。サトルくんだよ。
そう。だからまあなんか、あるべき姿だったなと思ったよね。やっぱりその、なんちゅうんだろう。海外勢が乗り込んできて、それで海外勢に勝ちを譲る、すんなり明け渡すっていうのは、やっぱりなんか、ちょっとつまんないよね。と思うわけ。だからなんか、ああやってちゃんとホームの人たちがめちゃくちゃ応援して、自国の人たちを勝たせる。まあ応援ってのは禁止じゃないしね。うん、ちゃんとホームの利を生かして勝つっていうのは、すごいいいなと思った。あと、立川さん最終日の梅ちゃんとの飲みがめちゃくちゃ面白かった。どうなんだろう、どれのこと言ってんだろうな。どれのことっちゅうか。結構まあ長時間、そうだ、思い出した。なんかさあ、金太郎ってあったじゃん。ここがうまかったことねえだろみたいなさ。結局そこ行ったんだけど、最終日。この店構えでうまかったことねえだろみたいな。でも後から調べたら結構評価高くて。行ってみっかっつって。そしたら、割と、なんか、ちゃんと和食だったっていう。まあ、ちゃんとっつうとあれだけど。ラーメンはなかったかな。うどんとか。うん。今回の食べで一番うまかったまだある。どうだろうな。まあ、和食ではあった。まあ、難しいとこだね。全部同じくらいかな、正直。ピンクの照明の店は、そこが一番味はうまかったかな。どうだろうな。ただ混んでるせいか、出てくんのがマジで遅かったんだよな。てか5ユーロで買ったさ、服あったじゃん。最終日に着てたやつ。あれかなりあったけよ。そう。まあ、国内でも着ていこうかと思ってます。これから海外遠征の思い出に服を買ってくるというのは、いや、ありだよね。めちゃめちゃありっす。まあ、T シャツは買ってんだけど。もうこれも、なんだっけ、ミルウォーキーで買ったし、スウェーデンに至っては帽子まで買ったから。あの帽子どこ行ったっけバーチャ T シャツも買ったし。レッドブル上着ってないんだっけ？あるよ。あるんだけど、何はおしゃれしたいじゃん？あれこそ着たいじゃん？いやでもね、750円っていう値段がすごく好き。あの服に関しては。めちゃくちゃ好き。ハウスダストダメなのに古着大丈夫だった。モモチに関しては、なんか変な席で。あれはなんかね、ちょっとダメだった。次はどこだ？アメリカかまた。今度はどんな服に出会えるかな。海外の古着をチョコはやばいです。そうなんだ。あ、でも、灰色の方は全然平気だったけどね。アメリカのどこでしたっけ？LI ジョーがやってる、なんつうとこだっけ？イーストコーストスローダウン。好みじゃないかもだけど、アクセサリーとかの小物買うのもおすすめです。それは本当におしゃれじゃん。たちアメリカは仕事で行けないって言ってた。やっぱ、確定してるお金を取りましたって言ってて。それ言ったら俺もむちゃくちゃ金捨ててこっち来てるけどね。配信してねえから。古着はたまに薬の匂いついて止めることだ。それは危ねえな。それは怖いな。5ユーロってのがいいよね。クレープとクレープがいくらだっけ？違う、クレープが3で、ワッフルが4で、服が5。値段のバランスどうなってんだよ。絶対服買う。絶対服買う。